いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ほうれん草のおひたしを作っていきます。ほうれん草は栄養が豊富な緑黄色野菜です。世界のほうれん草の9割は中国で生産されています。ほうれん草はあまり日持ちしないので、新鮮なうちに調理するか冷凍保存する必要があります。ほうれん草は一年中販売されていますが、寒い時期の方がより美味しいそうです。では材料の方を説明していきます。まずね、お出汁ですね。今日は、高橋商店さんの安丸だしのこの青いバージョンですね。こちらを使います。こちらは、ソーダガツオですね。あごだしですね。こちらの方が入ってるので、和え物とかそういうものにね適してると思います。こちらがですね 120ml です。薄口醤油、こちらがね 45ml。 次にみりんですね。こちら 40ml。 ごまは適量です。今日ほうれん草はね1羽ほど、水につけてねパリッとさせてあります。あえるね、だしの方を作っていきます。まず、おだしですね。鍋の中入れます。薄口ですね。あと、みりんです。今日はね、このたった3種類でね、だしを作ります。では、火にかけていきます。はい、今ね、こんな感じにね、だしが沸きました。切ってですね、これを粗熱を取ってね、冷蔵庫で冷ましたいと思います。だしの方ですね、冷ましてる間にほうれん草のね、下処理をしていきます。ほうれん草なんですけど、今日はね、ちょっと、しんなりしてたので、シャリッと、パキッとさせるためにですね、水につけておいてあります。で、ここの芯なんですが、これ砂が落ちるとね、食べれます。なので、ここをね、十字にカットします。こんな感じですね。はい、もう一回いきます。これはね、栄養価がね、高いのでね、ぜひ、食べれるので食べてみてください。はい、こんな感じですね。じゃあ、全部やっていきます。はい、こんな感じにね、全部目の方が入りました。ではね、お湯がね、沸いてますので、ボイルしていきたいと思います。ほうれん草を湯がくときに塩とかね、入れる方がおられます。別に悪くはないんですけど、その日にね、食べるような、ほうれん草をですね、湯がく場合にはね、別に塩を入れなくてもね、全然大丈夫です。芯の方から入れます。これはね、なぜかというと、芯の方がね、硬いので、芯の方入れてからね、それから葉の方を湯がきます。だいたい10秒から20秒ぐらいですね。はい、これでね、中の方に入れます。はい、今ね、こんな感じに沸いてきました。これも、中をね、こういう感じでひっくり返していきます。これでもう一回真ん中がですね、沸いてきましたら、それで OK です。今ね、こんな感じに泡がぷくぷく出てきました。じゃあ火を切ってですね、氷水に落とします。熱をですね、冷まします。これはですね、僕らの業界では色止めといってね、こういう作業をします。で、ここで粗熱を取ったら、次にですね、水を流して、ざるにあけます。絞りながら、葉っぱの方を下にしてですね、こういう感じで並べていきます。結構ね、水分がね、入りますので、なのでこうね、1回2回こう、絞ってもらって、完全にね、水気を、取りたいので、
ほうれん草をですね、こうカットしてやられる方もおられるんですけど、あれをやるとですね、せっかくのほうれん草がですね、栄養分がね、まるっきり抜けちゃいますので、そういうことにならんようにね、こう、芯の方だけカットします。で、最後にですね、これ結構絞ってるんですけど、これを今度巻きすでですね、もう一度絞ります。今、こんな感じですね。先ほどボイルした、ほうれん草ですね。この状態になります。ちゃんとね、水気を取りたかったらですね、僕たちはこういう巻きすを使って水を切ってました。はい。ではね、ちょっとやりたいと思います。ね、芯の方を外に向けてですね、こういう交互にやっていきます。これをすることによって水気がね、ものすごく取れますんでね、出汁がね、めちゃくちゃ染みます。この形になったらですね、巻き寿司をね、巻くように、こういう感じで絞っていきます。水がね、どれぐらい出るかっていうのをね、ちょっと試してみたいんですが、いきます。で、上から下に、こう絞っていきます。これね、タオルじゃね、ここまで絞れないんですよ。ね、めっちゃくちゃ水が出てると思うんですけど、で、もう一回今度ひっくり返して、今度また上から下に入れます。ほうれん草をね、やるときにね、これぐらい水が出ます。これだけ水が出るんですよ。なのでね、ダスターで拭き取れないぐらい水が出ます。じゃあ次はですね、これをカットしていきます。巻きすからね、こういった感じでね、取ります。はい。ね、ものすごくね、水分取れてます。で、両サイド、ね、芯の方があります。こちらの方は、ちょっとね、多めに取ります。はい。これはね、またね、後日、食べてもいいし、卵とじにして食べてもいいし、そのままね、カツオと、醤油だけでね、食べてもね、美味しいです。で、この状態になりました。だいたい、これだとね、4等分ですね。4分の1カット。はい。じゃあね、切ります。はい。こんな感じですね。もう水がね、しっかり取れてます。なのでね、水がね、あんまり出てないですね。この状態でボウルに入れます。この状態になったらですね、これ今冷蔵庫でね、冷やしただしです。これね、入れていきます。これはね、量によってね、ちょっと調節してもらえればいいと思います。ちょっとね、辛みにつけてありますんでね。で、こんな感じで、はい、下にしてもらって、あとね、いりごまです。これも適当です。自分のね、お好みで多い方も少ない方もね、自分のお好みで入れてください。冷蔵庫でね、30分ぐらい寝かします。冷蔵庫で今、冷やしてます。その間にですね、ちょっと香り付けをしたいと思います。このね、柚子ですね。これを、針柚子っていうのをね、ちょっと作りたいと思います。こんな感じでね、約、3センチから4センチ。これを縦にね、切ります。細く切ります。はい。これでね、柚子の香りがね、ものすごく出ますんでね。これをね、ほうれん草の上からね、ちょこんと乗せたいと思います。今、これ冷蔵庫でね、漬け込んだやつです。結構ね、もう味が染んでると思います。ではね、盛り付けていきます。これ結構ね、出汁がね、効いててね、美味しいんですよ。僕ごま好きなんで、ごまを追いごまして、こちら先ほどね、切った柚子ですね。これを軽く乗せて、これで完成です。作ったのを食べてみたいと思います。もうね、この時点でね、柚子の香りがすごくしますね。うん。普通はね、醤油の匂いがね、ガツッとくるんですけど、このお出汁につけるとね、カツオの風味がものすごく入ります。で、なおかつですね、ほうれん草もね、
甘く感じます。なのでね、これはね、ぜひやる価値あると思います。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いいなぁと思われた方は、下の概要欄に URL が貼り付けてありますので、料理の達人と言っていただければ、お手軽価格でご購入できます。あとですね、メンバーシップ始まりました。こちらの方もよろしくお願いいたします。では、次回お楽しみに。